げえ。どうも皆様こんばんは、セゴリト3世でございます。さて、今日はここ、僕がいつも撮ってるセゴリト3世の巣ですけれども、ここをですね、防音の部屋に改造したいなというふうに思ってるわけですよ。なんでかっていうと、お隣にですね、別の方がね、もうお住まいになってるんですよ。別に苦情とか一回も来たことないんだけれども、僕こんな感じですごいいっぱい喋るし、大きい声も出すから、ちょっと迷惑にならないかなというのはすごく強いっていうのと、あと僕んちは娘がいて、お休みの時っていうのは基本的に子供とか連れてったりとか、家のことをやっているだけで終わっちゃうんですよ。で、夜は家族が寝ちゃうから、寝た後には動画撮れなくなっちゃうので、そうするとね、実質撮影できてる期間っていうのはですね、1日の間に10分ぐらいなんですね。いや、10分もないな。多分5分ぐらいだな。そんな風にすごい短くって、僕の中でそれはすごい悩みの種だったんですよ。どうすればいいんだろうなと。そうだよって思いついたのが、この部屋を防音にしてしまうっていうことなんです。そうすれば朝であろうと夜であろうと、誰にも迷惑をかけることなく動画を撮ることができるなということで、こちらをですね、ビシッとやっていきたいなということでございます。ここで追加で説明しておくと、僕が住んでるセゴリト3世の巣っていうのは実はですね、鉄筋コンクリートのマンションです。もともと音っていうのは伝わりにくいんですけれども、僕のですね、いつも撮ってるスタジオのですね、左側、ここだけはなぜかコンクリートが入っていないという不思議な設計になっています。なのでこの左側だけを今回は防音工事していきたいと思います。防音って聞くと音楽スタジオみたいな完全に音が消えた空間っていうのを皆さん思い浮かべがちだと思うんですけど、はっきり言いましょう。あれは無理です。あんなのは無理なんですね。音っていうのは基本的に空気を通してと、あと壁を伝って聞こえるものの、大体2種類があるんです。それを完全にシャットアウトするにはもうこう密閉させなきゃいけないんだけど、ちょっとさすがにそれはですね、難しいなっていうことで、今回は防音ってしてるんですけど、厳密には減音ですね。で、すでにですね、音響に詳しい建築士さんにも一応設計とかさ、そういったもの全部もうお願いしています。というわけで今回は長くなりましたけれども、こんな感じで防音の壁をこれから作っていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。レッツゴー。レッツゴーって言ったけど、一番最初にやらなければいけないのは、ここにある大量の荷物。こっち側には作らないので、こっちの壁側にあるもの、すべて取り外さないといけないので、これから頑張って荷物持っていきたいと思います。よし、やるか。はい、というわけで荷物一通り出して、一応この壁のあたりとかはね、一応この辺は片付けるの難しそうだったんで、こっちずらして、これからいろいろやっていきたいと思います。じゃあこれからね、一旦資材を買いに行きますよ。はい、というわけでですね、資材をいろいろ買ってきて、今一級建築士さんにも来ていただいてやっていますよ。顔はちょっとね、見せらんないんですけども、一級建築士さんっていうか、一言で言うと、僕のお嫁さんのお父さんです。ですよね。そうですよ。音響の方もですね、以前経験されたことがあるってことで、全部計算していただいて、一応図面ももうこんな感じで引いてもらっています。詳しくね、だいぶ詳しくなってますよ。実際にね、現場ではこう測りながらですね、修正していきます。ちょっとやっていきますね。じゃあ長くなるんでやりましょうか。すげえ。時々これ掃除機やったないかもしれないね。そうっすね。掃除機持ってこよう。こっちからちょっと。本棚が邪魔だっていう話なのでちょっとずらします。物多すぎますか？物多すぎるな。この漫画なら捨てろ。4畳半しかねえとは考えられないぐらい物が多いな、我ながら。ちょっとお父さんの考えてる流れとしては、まずあれですか、枠組みを。まず枠組んじゃって、はい。で枠を2枚組んで、とりあえずこっち側。はい。うわ、すげえ。お、ぴったり。壁枠です。筋貝を入れて、筋貝までいかないです。そうそう、筋からもう入れない。コンパで入れるから。どこだ。これなんか下がっていい。下の線だよ。すごい。ぴったり。大きい周波数は振動に変えるもんで、振動に変えるものはこういうものとダメなんだよね。高音はもうこれで吸い取って、そう吸い取って、重たい音は壁で遮断させると。重い壁でね。さあ次はスタイロフォームを切る。
うん、そうですね。よいしょ。はい。すっごい完璧じゃないですか。問題ない。全部生きてますよ。はい、というわけで、ようやく完成しましたよ。こちらの壁、防音壁でございます。いやー、長かった。すげえ大変でしたね。この制作に今どんな感じだったのかって、これ後々まとめて言いますけれども、ひとまずここですね、以前と同じような状態、今使えるようにまでね、元の配置に戻していきたいと思います。じゃあ行きましょう、レッツゴー。はいやーというわけで皆様完成しましたよ。私の部屋でございます。こんな感じでですね、壁がですね、ボンとこちらに来たという構造になっています。で、作ってみて良かったこと、悪かったことをまとめていっていくと、まず良かったこと、すごい静かになったね。これね、ほんと作ってみてびっくりしたんですけど、隣の声はもう何も聞こえないです。マジで。全然聞こえなくなりました。っていうか、断熱材を2枚入れて、防音材を貼ってる時ぐらいからもう実は聞こえてなくて、もうほぼほぼ完璧じゃんっていう風に思いながらやってました。でも今まではね、生活音とかなんとなく聞こえてたりとかしたんで、申し訳ないなとか聞こえてないかなとかいろんなこと考えちゃってたんですけど、それがね、もう一切ないんです。だから本当に楽。気持ち的にこんなにこうスッキリするっていうことがあるんだなっていうぐらい、本当に僕は今スッキリしています。イエス大きい声を出したかったわけです、マジで。本当に。これぐらいの声を出しても全然大丈夫ということになりました。今のところね、作り終わったところここだけっていうかもうここしかやらないです。僕んちはね、鉄筋コンクリートなんですよ。鉄筋コンクリートでできてるんだけど、ここだけはどうしても音が違ったんです。なので、木造住宅で同じことをやりたい場合には単純にこれをですね、四方八方囲まなきゃいけないので、もっと工期はかかると思います。かなり大変かなと思いますけど、それでも効果は絶大ですよ。本当に。ただね、一つ言っていくと、あくまで理論上なんです。理論上40デシベル下がってるんだけども、当たり前なんだけど、これをね、確認に行けないんですよ。隣の人にね、40デシベル下がりましたかねって聞くわけにもいかないんで、なんでもう、こんだけ本当に静かになったので、それぐらいの効果、理論上の効果にはなってるんだろうっていう僕自身は実感しています。でもね、やっぱデメリットがいくつかって言っていくと、もう作った直後から分かっていたんですけど、暑い。本当に暑い。やばい、この暑さは。断熱材をあんだけ入れたので、もう温度がね、全くと言って逃げないので、すげえ暑い。気密性が高いっていう状態なんで、必ずエアコンが必要になる。てか換気が必要ですね。なんで僕もね、ちょっと換気システムをちょっと導入しようかなって思ってるぐらいです。あとね、二つ目はね、予想以上に大変です。意外とこうカンカン作ったりとか、物を持ち込んだりとか切ったりとかっていうのがすごくね、やっぱ自分でやろうとすると大変なので、俺作ってみて思ったんだけど、完全な鉄筋コンクリートに引っ越した方が楽ですね。もう元も子もないけど、それができる人だったら、それが一番楽だと思います。やっぱ鉄筋コンクリートがね、完璧なのかなっていうふうに思います。でもね、僕個人的にはこれでもう本当にこの環境がですね、すごく楽になったので、これでですね、もうバンバン動画を作っていこうというふうに思っております。で、今回この一面だけだけど、壁を作るのにかかった費用はこんな感じでした。それぞれ使った道具とかです、材料とかっていうのも細かくですね、僕の動画の説明欄に貼っておきますので、ぜひ防音壁作ってみたいなっていうふうに思ってる方は参考にしてみてはいかがでしょうか。あと最後にですね、これはあくまでですね、僕の一例です。建築士の方にですね、音のこととかも計算してもらったあくまで一例なので、他にも違うやり方とか僕は全然違う方法知ってるよって方もいらっしゃると思うんですけど、あくまでこれは僕の一例だと思ってご理解いただければなというふうに思っております。ということで久しぶりの動画になりましたけども、いかがだったでしょうか皆様。今後ともまた動画再開していきますのでよろしくお願いします。皆さん今回の防音壁どう思いましたか？ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。